はい、武田サロンでございます。前回はですね、珍しく、僕の話をちょっと、個人的な話をちょっとね、しまして、メールとか直接お会いした方も、すごい良かったです、武田さんって言っていただいたので、ありがとうございます。また機会があればね、ダイジェストでお話ししてますけども、その都度、もう長編になるぐらいいろんな出来事がありまして、かいつまんでしかあんまり記憶にないんですけどね、いろいろ本当にお世話になってばっかりです。皆さんに、ご覧いただいている皆さんも含めましてありがとうございます。これからも頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。状況をご説明しておきますと、釣り物ね、相変わらずカマスが釣れて、ちょっとここ数日渋いな言うてたんですけど、僕らが行ってる以外の人、割と近所ですけど、めちゃめちゃ釣ってたりして、ようわからんなみたいな話になってます。そして、SNS をご覧の皆さんよくご存知かと思いますが、青物がポロポロ釣れてます。ポッパーで。いよいよ、大阪湾青物トップの会、いよいよ本格始動か。と思いきや、実はですね、タチウオが一挙に沿岸部でもわんさか釣れ出しまして、武田さんもうええやんタチウオなんですが、なんと、Y 師匠率いる、いわゆる一軍の皆さんと僕は呼んでますけど、彼らがですね、どういうわけか突如、今更というと怒られますが、ローリングベイトでタチウオを釣るのが非常に楽しいという話になりまして、盛り上がりかけてます。ローリングベイトでタチウオを釣るっていう話は、もう何回かなんかね、タックルハウスさんもオリカラみたいなのが出たりとか、多分してんのかな。いろいろあって、タチウオ一大ブームですからね、相変わらず天屋に土壌とか、なんかいろいろやってはりますけど、プラグで釣るの、一時ディープミノーで釣るとかもちょっと流行りましたけどね、なんか一山越えて、どうかいなと思ったら、非常にローリングベイト。釣れるんですよ、だからみんな言うてますけど。ただ、面白いのは、ケミホタルの後ろにローリングベイト。これぜひですね、タチウオがいる、近所にいる方やってみてください。また、細かくは、改めてなり、目下、盛り上がり中の Y 師匠にまた登場いただいて聞いてもいいんですが、なんかそういう風で盛り上がってます。だからカマスから青門やって夕方カマスやってその流れでタチウオやって帰るみたいな、9月初頭でございますね。武田さんもいよいよ久々にタチウオ釣りをちょっとするのか。いや、ローリングベイトでそこまで楽しめるんやったらやろうかな。なんて思ってる今日この頃でございますんで。なんかね、前も言いましたけど、この夏暑いくせになんか魚はわんさかいろいろ出てきまして、チヌもまだまだ絶好調でしょ。いや、メッキも釣れ出しました。早いとこでは。もう情報が入ってますんで、まだ大きくないですけどね。もうこれもめちゃめちゃ10、11月楽しみですよ。言ってる間に。で、台風もバンバン来てまして、本州に来る予定だったのは温帯低気圧になったそうですが、うちの辺もそうなんですけど、変なね、局所の豪雨が、短い時間ですけど、ありまして、なかなか、せっかく夕方釣りに行こうと思ってるのに、その時間だけ雨が降るとかね。関東なんか今日もニュースでやってましたけど、日中ドワーッと雨が降ったりね、そういうことがまたあったりで、今月熊本には行けてない武田さんですが、最初の方はやっぱり台風の影響で雨みたいやったそうですから、なんか、そんな感じの、いつもより激しい季節の変わり方をしてるような気がしてます。なんかでも体感で普段が暑いから、高気圧が張り出して前線がないと夜は涼しいみたいなことがあって、今日なんかムシムシすんな夜もっていう時は大体、天気のウェブサイト見ると前線があったり、雨雲が近づいてたりするってことが大体あるんで、もうほぼなんかね、体感でもう完全に亜熱帯になったんじゃないかと、そんな風に思っておりまして、お盆よりはちょっと快適に過ごせるかなという。皆さんもそういう感じだと思いますが。ぜひですね。というわけで、大阪湾がそうなんですけど、ほぼ全国的にいろんなもんが釣れてるはずですんで、ぜひ釣りに、
9月に入って初めての週末僕覗きにね、ブログ書きましたけど、カマス釣りに行ったんですけど、もうすごかったです。人が入れないぐらいでした、漁港は。メジャー漁港ね。びっくりしました。うわ、また釣りブームかいなっていうぐらい。一時コロナが一段落して、釣りブームと言われたお客さんはどうなるんかなと思ってましたけど、何の、ただ暑かっただけというですね、非常に一人カップル、家族連れ、家族連れもおかげさまで、武田さんなんて声をかけていただきまして、ありがたいんですがね、いい季節になってきたんじゃないですか。台風の心配ありますけど、9月、10月、11月、なんだかんだあったかいですから、年内はね。釣りを始めて、すごい楽しいという方、今からですから、どんどん行ってください。アジは、これぐらい、いっぱいいます。そのうち、ちょっと小増しなのが釣れてくれると、いつものパターンではそうなので、思ってますが。ちょっと釣り物には、飽きないというか、足りてる。珍しい。ここ2、3年で言えば、なんでしょう。あんまり探さずに進んでる感じ。欲しいのは鈴木だけ。こういう感じで皆さんよろしくお願いします。ご報告いたしますと、ネータルデザインとコラボをしましたアパレルヘンプティー。これ今日は僕ロブショーツっていうね、ちょっとまた違うやつ履いてるんですが、これT シャツね。それから、おかげさまでありがとうございます。ケリショーツ。これはネオンイエロー。もう一色ネイビーがありますが、ご予約、プラス、一般販売用にちょっと置いてあったんですが、一般販売後、ほぼ1日経たずの間に、ほぼ完売しまして。ありがとうございます、皆さん。いや、買っといてください。非常にいいです。いいっていう言い方がいいかどうかわかんないですけど、まず、着やすいですし、これちょっとやっぱりね、余計めに生地を使ってるんですよ。だから着ればわかりますけど、もう独特の着心地ですから、さすが一番人気ネイタルデザインさん、さすがやなと思いました。非常にいいです。コラボレーションに関しては、これまでもいくつかありましたけど、ゴーフィッシュとやりたいと言っていただけるところ、加えて僕からも、ぜひっていうところは、率先してやらせていただくっていうことなので、今後もネイタルデザインさんもちろんいろいろやっていこうかなと思ってますし、年明けぐらいにはですね、サム・ルアーズさんとまたコラボが、あります。ロッドやりますんで、そのあたりまたね、秋口になったらご紹介していただきたいと思ってます。そのネイタルさんなんですが、今回T シャツ、ショーツが出まして、またちょっとね、デザイン違いの少しまだ今年あったかいので、やれたらいいな、みたいな話をちょっとしてて、時期が時期なんでどうなるかわかんないですけど、やろうかなっていう話はちょっとしてますから、皆さん。ぜひおしゃれに釣りをしていただきたいなと思います。とはいえ難しいですよ。これ黒でいいんですけど、もう一つモスっていうのがあって、そっちはカマス釣り行くとね、血が飛び散ったりすることがたまにあるので、そういう場合は若干着替えるみたいなね。そんな感じで言っていただき、T シャツと、ショーツについては、ご購入いただいた皆さん、これからご購入をという皆さんには、お伝えしとかないといけませんが、色落ちするんですよ、割と。で、それは、もともと狙ってる色っていうのが、微妙なカラー、わざわざ作ってますし、で、もう一つは、色落ち、せていくと味わいが出ますから、いわゆるちょっとクラシック感が出てくるんです。特にケリーショーツなんかはね。なので、楽しみたい方はザブザブ洗っていただいたらいいし、ちょっと最初の風合いで着たいなっていう方は、部屋干しとか陰干しするとかね、ちょっと優しめに洗うとかね、そんな感じで、ケアしていただければなと思いますんで。いや、嬉しいですね。僕、この年齢になってネータルさんみたいなとことコラボできるみたいなのは、非常にいいです。僕はアパレルもちろん大好きで、ウェアもそうなんですけども、カッパ、レイン関係、ボックス、ケース、その他については非常にこだわりがありまして、適当に使ってるんですけど、いろんなもんをね。でも自分の中ではこだわりがありまして、なかなかやっぱり超大手さんとはやろうと思ってもできないし、
やれると思うような大手さんから話が来ても多分僕はやらないので、なかなか難しいんです。だからちょうどネータルデザインさんは良かったですね。大人気だし。もうネータルさんの、予約販売なんかもすごいです。1時間も経たないうちに完売してしまいますから。はい。いい感じで、なんかアウトドアのそういう流れっていうんですかね。ぜひ、情報が早いんで、皆さん、いろんな知識を持たれてたり、もともとネータルデザインを知ってたり、もともとゴーフィッシュを知ってたり、全然どっちも知らんみたいな。いろんな人だったらもう錯綜してるから。なんですけど、常に、これはもう僕20代からですよ。新しいものとか、際立ったもんっていうのは、こっそり出てきますんで。ぜひですね、この武田サロンご覧いただいている皆さんは、ダイレクトに伝わっていると思いますから、非常に嬉しいなと思います。また第2弾、第3弾、お楽しみください。そのネイタルデザインさんですが、実はもう言ってる2週間、3週間後ぐらいには、少し以前に告知しましたね。ネイタルさんの方でも、雑誌ゴアウトとかね、そういう動画なんかでチラッと映ってると思うんですが、コラボレーションしたカモメトレイルが出ます。これも届きました、うちに。チラ見。めちゃ可愛いです。最新スペックはこの次の号ぐらい、武田サロンを、アップするときに詳しくご説明させていただきたいと思います。最初サブロックの V1 ベスト、ハーネスバッグからスタートして、アパレルをやって、竿。ここまではやりましょうって話で動いてたんですが、やっぱり最初の V1 ベストを見たときにビビりましたね。あの色はなかなか使われへんわ、僕らっていう。すごいです。さすが、ハイセンス。着てみると、割とおとなしい。大人向きです。やっぱりさすがやなと思いましたね。はい。頭が下がります。というわけで、ネータルさんとのコラボ、これからまた続いていきますので、ぜひ、お楽しみにお待ちくださいませ。ゴーフィッシュはですね、9月に入りまして、本当は8月末予定だったんですが、GP カスタムが2つ出ました。TKRP90GP、それから BKS75GP。ご存知、チューンド K 点リップルポッパー9センチゴーフィッシュカスタムの略です。はい。これブログでは再三書いてますが、SW、シンキングワークスモデルの GP カスタムはもう10年ぐらいかけて売ってたんですが、あえてフローティングを、ついに出しました。もう、ご存知の方、ご存知だし、待ってましたという方は待ってましたなんですが、あんまり余計な説明はなく、ほぼ餌みたいです。はい。ぜひ、使ってみてください。使うコツは、タックルがだいたいちょっと9センチぐらいのものに合ってるっていう釣りの人ね。それから、僕らこれから平鈴木またちょろっと行きますけど、出てる魚がどうしても小さいとか、波が小さいみたいな時は、9センチのシリーズ、春に出て見事全然数が足りなかったフィードシャロー105ね。あの辺もどんどん使ったり、あと場合によっては、夏に出しましたバンテージ。これも針を変えて僕は使ったりします。そういうバリエーションというか、の一つとして、昼、夜の川、サーフ、磯、どこでも使えます。激荒れの時は全然ダメですから。24G とか 140R3 とか大きいのね。それこそ、8月に出しましたポッパー類ね。115YKGP135。このあたりを使っていただきたいです。もうぜひ、大阪湾青物トップの回じゃないですけど、これ背中にも書いてあります。ゲームフィッシュは出方が命。これはもうゴーフィッシュを作った時からのメインコンセプトですから、ぜひ、基本はミノーでいいです。でもミノーよりはトップポッパー、トップウォーター、ペンシル。ぜひこういう釣りを、まだという方はしてほしいなと思ってます。ちょうど秋口なんでね、丸鈴木も非常に釣りやすくなってくると思いますので、ぜひ、オンラインショップ販売しました。よろしくお願いします。そして、こちらは売って変わって、フローティングモデルを出してた 75mm のブルーオーシャンなんですが、シンキングを出しました。
まあやっぱりいるのでっていうことが理由で。まあこれは公安の鈴木関係もちろんですけど、最近ライトリーグ、ライトゲームね、まあいろんな魚、地方行くとちょっと大きめの魚もいますんで、そういうので使っていただきたいし、僕はなんか、ほんと手軽に増水河川なんかをね、ちっちゃい川、チェック行くときはすごく割と対応します。はい。非常に釣れやすいかなと思います。あと、カヤックなんかでね、パイロットルアー的に使うのも、これがいいです。はい。まあ、シンキングなのでよく飛びます。まあ、ようやく TKRP にしろ、BKS にしろ、もう何年もかけてフローティングもシンキングもやっと揃ったみたいな、9月でございますんで、ぜひですね、皆さん、いい釣りをなんか心がけてほしいなと思うし、自分が思うおしゃれな感じで楽しんでいただけたらな。まあこれ、まあ常々言ってますけどね。釣りも、本当なんか、ターム、まあ僕から見てですよ。僕は自分のする釣りとか自分が興味のある釣りでしか、まあ考えないですから、まあいくらなんかが流行っててもあんまりピンとこないんですけど、そういう見方をしてても、すごいその時代の移り変わりが、なんかタームでこう、なんとなく見えてくるとこがあるので、まあなんかコロナが始まって釣りブームみたいなのももちろん一周しましたし、まあ、その中でどういう釣り人がまた増えたかとか、その間休んでた釣り人の方がこれからどうするのかとか、まあいろいろ思いながらね。で、まあ今回たまたまネータルさんとかいろいろコラボがあったり、まあこれからまた出てきますけど、いろんな新企画がね、もう秋口楽しみにしてくださいよ。なんか、カスタムラー出ますから、いろいろ。楽しいやつがね。まあそういう、まあ、企画とかね。やっぱりその釣りの業界の中にも話せる人、若い連中もそうですし、僕ぐらいの世代の人もそうだし、僕より上の人も、やっぱりなんか分かってくれてるな、みたいな人もまだまだいるので、なんかね、ちょっとまあ、楽しいというか、自分自身期待がある感じが今してます。なんかまあ端的に言うと、ルアー釣り自体がもう釣りになってしまったので、その結果、本来ルアー釣りだからこそっていう部分がやっぱりかなり減ってきているので、何でもいいから釣ったらえっていう人は、こんな僕の話なんか聞くことは1ミリもないと思うので、もうとりあえずなんか釣れてるもんと釣れてる道具を買えばいいかなと思うんですけど、まあそれだけでは本当に続かないみたいなことが、まああるのでね、何回も言ってますけど、ぜひですね、自分なりのこだわりを持っていただいて、特に、まあ最近なんか子連れの方とかね、ファミリーの方とかよく会いますけど、子供さんもやっぱり物心つくと、かっこいいかっこ悪いが多分非常にわかるかなと思うので、お父さんかっこいいなみたいな風にはなっててほしいなっていうのは他人ながら、思ってます。前もサロンで言ったから、多分ね、もう10年、15年、わかんないですよ。5年前でもいいですけど、パッとその時の釣果の写真を見た時にね、着てるもんとか被ってるもんとか持ってる竿とかついてるルアーとかって結構大事なんですよ。なんかそういうのがなんかね、いいかなと思って、まあやってますので、この後もですね、いよいよまあハイシーズンに入ってきましたんで、9月は多分まだまあ涼しいとはいえ夏モードでも魚はどんどん秋モードで多分10月とか、11月になれば、待望の平鈴木をまた行って、まあその他ライトゲーム。なんかメッキも今年多そうな気がしてますね。カマスこんだけ多かったから。なんか楽しみな季節なんじゃないですか。ちょうどこれから出てくるコラボレーションのカモメトレールなんかも大活躍しそうな匂いがしてますから。皆さんぜひですね、いい釣りをしていただきたいなと思います。というわけで、なんか気候は不安定ですが、釣り物がいろいろ多かったり、みんな笑顔で僕の周りは釣りをしているので、非常に楽しいなという、9月に入ったご報告でございます。それでは皆さん、一ついいですかね。ちょっと、愚痴になるんですけど、まあ、久々にちょっと出来物ができたんで、病院へ行ってきたんですけど、
めんどくさいから最初に僕大型病院行くことにしてるんですけど、その初診料以外に未だに紹介状ないですかみたいなことを言われるわけですよ。で、なかったら7700円かかりますって、もう意味わからんわ言ってたんですけど、まあ未だに、まあそういうふうな風潮もあって、結局まあそれ合わせて、8500円払って、見てもうた先生からは、武田さんタバコやめた方がいいですね。まあ一言だけ注意されたという、まあそういうふうなことがありまして、庶民生活評論家坂井田武としての活動も実は水面下では、してるというか、まあ、ほとんど愚痴ばっかり言ってますけど、そういう意識のもと動いてますので、ぜひ、このゴーフィッシュをやってるブランドを作ってる、ギアを作ってる頭と、普段生活してる頭は僕、ベクトルがちょっと違いますんで、そのあたりも皆さん楽しんでいただければなと思ったりしてますので、まあそういったご意見もまたいただいてもね、武田サロンであんまり自治ネタとかなってもね、夢のない話になると嫌なんですけど、まあ世の中の暗い話はさておき、身近なおもろい話はしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん引き続きよろしくお願いします。それではまた。